皆さんこんにちは。コカキコです。今日はバムウォーマー、お尻巻きオーバースカートですね。2023年バージョン作っていきたいと思います。私はこの夏日本と韓国に行ってかなりサイズが大きくなったので確実に前、過去に2回動画でバムウォーマー作ってるんですけど、それよりはちょっと大きいサイズ作ってかなきゃいけないかななんて思っています。そうなんですけれども、自分用に作るものですし、また今年もメジャーなどの物差しはなしで、自分にただ合わせて作っていくというストレスフリーな感じで作っていきたいと思います。今回使っていく毛糸はこれですね。ペイトンズの SWS というこちらを使っていきたいと思います。この毛糸、猫くんが来ましたけれども、すごいユニークな点がありまして、この毛糸は 70% のウールと 30% のソイ、大豆からできている毛糸なんだそうです。結構ホワホワしてあったかそうで、お尻巻きにはちょうどいいんじゃないかなと思っています。編み終わったら、こちらの毛糸1玉が 80g で、長さがどこだ、長さがありました 100m というこちらの毛糸、どのぐらい使ったか重さの方を文字で足しておきたいと思います。あと必要なものは、ハサミととじ針とステッチマーカー、でかぎ針ですね。かぎ針は、私の毛糸は帯には 5.5mm とあるんですけれども、ちょっとゆったりめに編みたいなということで、5.5mm ではなくて 7mm のかぎ針で編んでいこうと思います。皆さんは、お好きな毛糸、またそれに合わせたかぎ針なんですけれども、大きめなかぎ針で編んでいっていただけたらと思います。では早速編んでいきましょう。今回はまず、鎖と長編みを編んでいくという編み始め方で編んでいって、それをベルト状にしてから、輪っかにして編み下がっていく感じですね。まず最初にウエスト部分を編んで下に編んでいこうと思います。なんですけれども、今回も前回の帽子の時と同じように、段の終わりですね、は引き抜き編み、鎖編みでこう立ち上げていくのではなくって、ソフトクリームのようにスパイラル、螺旋状に編んでいこうかなと思うので、すいません、そう猫くんがステッチマーカーを食べそうになってたんですけど、スパイラルに編んでいきたいので、最初ちょっと角度をつけるために最初から鎖と長編みではなくって、そうですね、最初の3目、前回の帽子と同じように最初の3目は鎖引き抜き編み、鎖細編み、鎖細編みと編んでから鎖長編みといくようにしたいと思います。なのでまず最初作り目をします。そうしたら鎖編みを2回編みます。1、2と編んだら、まず最初鎖編みと、引き抜き編みの目を作りたいので、今編んだ鎖の1番目ですねに針を入れます。で、片山と裏山を拾います。そして糸を持ってきます。この時ちょっと長めに引っ張っておきます。そして糸をかけて引き抜きます。そしたらこれが、鎖編みと引き抜き編みをしたということにしたいと思います。で、これが1番目の目になるので、ステッチマーカーを入れておきます。次、鎖と細編みを編みたいと思います。今、ハの字、カタカナのハの字が見えると思うんですけれども、それの左側の方を取るようにします。そうすると、後ろにももう1本あるので、2本取れると思います。そうしたら糸をかけて持ってきます。で、この時この持ってきた糸をちょっと長めにしておきます。で、まず鎖を編みたいので、1本引き抜く。続いて細編み用の2本引き抜く。これで2番目の目が完成です。次も、鎖と細編みを編みたいので、
針を入れるんですけれども、今度はこのハの字を見るんではなくって、ハの字の左の下、このラインですね。このラインに針を入れていきます。そうすると、後ろにまた同じくもう1本あると思うので、2本拾えると思います。そしたら糸を長めに持ってきます。そして、まずは1本引き抜く。そして2本引き抜く。これで最初のちょっと斜めにするところの目が完成したということにしたいと思います。そしたら次からは、鎖と長編みというのをずっと編んでいきたいと思います。針に糸をかけて、次針を入れる目は、このハの字の左下、この縦のラインですね。ここに針を入れて2本取ります。そして糸を長めに持ってきます。でまず左1本を引き抜いたら、次は長編みなので2本ずつ、まず2本引き抜いて、もう1回2本引き抜く。これを繰り返していきます。もう1回編んでみましょう。針に糸をかけてから、次針を入れるところは、長編みを先ほど編んだので、ハの字でもなくってもう1個ハの字みたいなとこではなくって、一番左側のこのラインになります。ここです。に入れてもらうと、いつも同じように後ろにもう1本あると思うので、その目も拾って、糸を長めに持ってきます。そしてまずは左1本を引き抜く。続いて2本、2本と引き抜く。この長編みをずっと編んでいってください。糸をかける。一番左のラインに針を入れて、後ろの目も一緒に取る。で、糸を長めに持ってくる。そして1本、2本、2本。あとはこの鎖と細編みじゃないですね。長編みを編むというこの編み方をずっと繰り返していってください。そして、ウエストが一周するくらいですね。編んでいこうかと思います。で、今回必要な目の数は奇数目になります。なんですけど、最後の1目を使ってこの作品を輪っか状にしたいので、とりあえず今は偶数目でお腹ぐるっと1周分編んでいきたいと思います。74目編み終わりました。これでだいたいお腹1周分ぐらいかなという感じなので、次の1目を編みながら輪っかにしていきたいと思います。まず最初、最初は今までと同じように針に糸をかけてからこの一番左のラインに針を入れて、で糸を持ってきます。そしたら次、作品がねじれていないことを確認しながら、一番初めの部分を持ってきます。そうしたらば、一番初め、この糸の端っこが出てると思うんですけれども、そのすぐ横のこの三角のところに今回は針を入れていきたいと思います。私は今回この三角のところに入れたんですけれども、ちょっと目が大きくなってしまったので、この三角のところの左隣の目、引き抜き編みの下のところですね。こちらに目を入れた方が良かったかもしれません。そしたら糸を持ってきます。で、この時、一番端っこの輪っかだけではなくて次の輪っか、右から3番目ですね。これも一緒に引き抜きます。そしたら次、長編みをします。これで1段目は完成です。続いて2段目編んでいきたいと思います。2段目一番初めはこのステッチマーカーが入っている目に長編みを編みます。針に糸をかけて針を入れて持ってくる。2本引き抜く。2本引き抜く。で、今回私はもう螺旋状に編んでいくので、段の始めは特に気にせず、とにかく同じように編んでいこうかなと思います。段の始めと終わりをきっちりしたいなという方は、ここに
ステッチマーカーを入れるなりして、この最初の位置というのを確保しておいてください。で、次、一番初めは、引き抜き編み、細編み、細編みと編んだので、その3目は普通の長編みを3回編みます。なので、ごめんなさい。猫くんが横で暴れてますけれども、やめて。2、3と編んだら、次、4番目からは、下のところが長編みになるはずです。そしたら、ここから模様編みを始めたいと思います。まず最初はどうしようかな。まず最初は、じゃあ、表引き上げ編みをしたいと思います。今見ている長編みは、この分になるんですけれども、すいません。猫くんがうろついてますけれども。この長編み、上に刺すのではなくて、この柱の部分っていうんですかね。このボディの部分を拾って編んでいきます。今見たいのはこの細編みじゃなくてこっちですね。この長編みを見て、横、右から入って左に出ます。そして糸を持ってきて長編みをします。そしたら次は普通の長編みをします。針を入れるところはこの今編んだところのすぐ隣になります。次の長編みを見てそれの右上になります。ここに針を入れて長編み。そしたら次、あとはこれの繰り返しなんですね。表引き上げ編みと普通の長編みを交互に編んでいくので、次見る目は、今ここを編んだので、この長編みになります。そしたら針に糸をかけて、表引き上げ編みなので、この長編みを見て、右から左に出ます。そして糸を持ってきて、長編み、そしたら今引き抜いたところのすぐ隣の長編みを見て、その右上に長編みを編みます。こんな感じで繰り返しでずっと表引き上げ編みの長編み、普通の長編みというのを交互に編んでいってください。2段目1周編み終わりました。糸端が出てるのでここが最後だなというのがわかるんですけれども、この最後の目が表引き上げ編みではなくって普通の長編みで終わっているはずです。そうじゃない方はちょっと目を飛ばしたりしていないか確認してみてください。そしたら次3段目編んでいきたいと思います。3段目、まずは、今までのずっとこの順番で編んでいくだけなので、まずは表引き上げ編み。そして次は普通の長編み。次は表引き上げ長編み。次は表引き上げ編み。そしたら、前の段表引き上げ編みをした目のところに到着すると思います。で、ここからは表引き上げ編みと、普通の長編みが逆になる感じになります。なので、前の段表引き上げ編みをした右上には普通の長編みを編みます。そして前の段普通の長編みをした目、ちょっとこう目が奥に入ってる感じですね。わかりますかね。その目には表引き上げ編みをします。このへこんでるのを前に出してあげる感じですね。そしたら次、出っ張ってる表引き上げ編みだった目なので、右上に普通の長編み。こんな感じで交互にずーっと編んでいってください。で、私はどうしましょうかね。あと1、2段ぐらい編んだら増し目をしてちょっと大きくしていきたいと思います。4段目まで編み終わりました。続いて次の段は増し目をしていきたいと思います。この模様は普
2目で1つのパターンになってるんですけれども、そのパターンを崩さないために増し目をするときは、1回に1目を増やすのではなくって2目ずつ増やしていきたいと思います。そして今回は2箇所。なので、単純に編み始めとその対角線上になるところらへんで、増やし目をしていきたいと思います。では、ちょっとズーム変えます。そうしたら、私は次、表引き上げ編みをする順番、よりすみましたね。すいません。表引き上げ編みをする順番なので、表引き上げ編みをして、その次もいつもと同じように、次の目の右上に長編みをします。そうしたら次、今、表引き上げ編みを表引き上げ編みをした目にもう一度表引き上げ編みをします。戻る感じになります。針に糸をかけて、この先ほど編んだところと同じ目を拾って表引き上げ編みです。そして次、先ほどは表引き上げ編みの後、次の目の右上に長編みを編んだんですけれども、今度はそこの左隣ですね、次の目に普通の長編みをします。これで、増し目が完了ということになります。今4目編んだ状態なんですけれども、そして次、次から普通のいつもの表長編みが始まるんですけれども、次取る目は今編んだところの下の目になります。ここですね。こう取ってから、そしたらあとはもう次の長編みの右上といつものように戻っていきます。そして、増し目の上部分なんですけれども、ご覧のようにV の字になってるかと思います。その時にこの V の字の内側に入っている目ですね。これを拾い忘れないように気をつけてください。今この状態でいくと、この目は普通の長編みを編んで、そうしたら次、このへこんでる V の間に埋もれてる長編みですね。これを表引き上げ編みします。そして次の目は、ここですね。出っ張ってる長編みの右上に長編みを編んで編んでいくようにしていってください。そしてこの状態で一度履いてみて作品が、緩すぎたりきつすぎたりしていないかを確認しておいてください。そしてどのぐらいの頻度で増し目をするかなんですけれども、私は5段目から3段ごとに増し目をしました。まず5段目は編み始めとその反対側になるところの2箇所でして、次6、7は増減なし、そして8段目は5段目と直角になるように、大体なんですけれども、それで2箇所増し目をして、90は増減なし、そして11段目はこの斜めのラインぐらいなところを取って2箇所で増し目。12、13は、増し目なしで編んで、14段目は逆の斜めになるようなところらへんで2箇所増し目をしました。これで私は試着をしてみたところいいかなと思ったので、あとはもう増減なしでひたすら、長編みと表引き上げ編みの長編みというのを繰り返しました。皆さんも試着をしてみて、もうこの通りに増やし目をしなきゃいけないということは全然ないので、もう、皆さんのお尻にフィットするかなと感じるぐらい、増減、減らし目は必要ないですかね。増やし目をしていって、であとお好きな長さまで編んでいってください。猫くんのドアップから失礼します。だいたいこのぐらいの長さでいいかなというぐらいバムウォーマー編めました。なので最後、閉じていきたいと思います。編み始めと同様に閉じるときもちょっと角度をつけたいので、そうですね、最後3目、細編み細編み引き抜き編みで終わりたいと思います。猫くんどいてくれるかね。
ちょっと無理やりどかしたいと思います。はい。そうしたら、編み終わりなんですけど、私はここが編み始めなので、だいたいこのぐらいかなっていうところで終わってみました。で、また猫くんが乗りに来てますけれども。はい。そしたら最後3目ですね。普通の細編みをして、次、隣の目、表引き上げ編みの細編みしてみましょうか。押して、ちょっと猫くん、糸踏んでる。そして最後は引き抜き編み。こんな感じで終わりにしたいと思います。そしたらあとは糸を切って、これで糸を端っこに隠してしまいたいと思います。そして編み始めなんですけれども、私がこう輪をつなぐとき、三角、くる、すいません。三角のところに、糸を入れるって申し上げたんですけれども、そこだとちょっとご覧のように目が大きくなってしまいました。なので、後ほど注釈を入れるんですけれども、隣の目に入れた方が良かったっぽいですね。すいません。で、この大きくなってしまった目は、ちょっと猫くんに邪魔されつつですけれども、この目は一回8の字を書くように、ねじりたいと思います。ねじって、そしてそこの間に、こう、わかりますかね。輪っかをねじって、8になったら丸が2つになると思うので、その、やめて。その輪っかの上と下に針を入れます。めっちゃ猫くんに邪魔されてますけれども、やめてよ。はい。そして、あとはこう、目立たなくなるかなというところに針を通して、糸を隠してしまいたいと思います。私の場合はケチってこう糸端が少ないので、最初に通したいところに針を入れて、で、後ほどに、よいしょ、糸を通してから、で、引き抜きたいと思います。よいしょ。で、伸ばして、こんな感じになりました。そしたらもうこの糸端は切ってしまいます。で、反対側も糸を裏側に隠してしまえば完成です。猫くんにちょっと隠されてしまっていますけれども、バムウォーマー完成しました。この編み方の性質上、どうしてもこう、くるんと端っこがなってしまうんですけれども、これは後でスチームアイロンをかけるですとか、あとこれ自体バムウォーマーなので、着るとこう引っ張られるので、それで改善されるんじゃないかなと思います。ちなみに私が履いてみるとこんな感じになります。はい。で、バムウォーマーはもう皆さんのお好きな長さに作っていただいたらと思うんですけれども、お尻だけじゃなくて腰、お腹もあったかくしたいなという方はこのウエスト部分ですね。ここをもっと長くしてもらってもいいと思いますし、もう皆さんのお好きなようにアレンジしていってください。もしよろしければ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。猫くん。はい、今回も無視されました。